朝の日差しがテントの外に差し込む。クレルスムは持ち物を丁寧に確認している。今日もまた魚を取りに出かける予定だ。様々な生計手段の中でも、山で薬草を取ったり、焚き木を割ったり、家畜を放牧したりするより、クレルスムが一番好きなのは、魚取りだ。彼女はすっかり魚取りに夢中になった。今では、魚取りは単なる趣味ではなく、生活の一部にもなっている。取った魚は、家族の食事を豊かにするだけでなく、市場で日用品と交換することもできる。あるいは塩やお茶と交換することもできる。準備がすべて整うと、クレルスムはホテイを背負い、家族に一声かけて、一人で川へ向かう道を歩き出した。今回は護身用の銃を持っていない。昼間なので比較的安全だが、帰りが遅くなるかもしれないと思うと、クレルスムは少し不安を感じていた。山には野生動物が実際にいるのだから、もし狼や虎などに遭遇したら、大変なことになってしまう。いつものように、クレルスムは長い山道を歩き、ようやく川にたどり着く。この川は一見穏やかに見えるが、魚が豊富に潜んでいる場所だ。どのあたりで網を投げても、大抵は収穫がある。魚の資源はとても豊富だ。川に着いたばかりで、クレルスムの運の良さが早速発揮された。素手で魚を一匹捕まえたのだ。とても嬉しそうだった。この幸先の良いスタートで、彼の調子は一気に上がった。やる気も一気に高まり、自信に満ち溢れた。今日はもっと多く取れるかもしれない。市場で米や小麦粉と交換すれば、家計も少し楽になるだろう。ここの水は透き通っていて、下には小さな稚魚が群れをなして泳いでいる。これらの稚魚が示しているのは、ここは生態系が健全で、魚が豊かに繁殖している貴重な川だ。クレルスムのような遊牧民の家族にとって、まさに天然の食料庫と言える。しっかり働けば、必ず収穫がある。クレルスムがゆっくりと最初の網を引き上げると、再び興奮した。網の中では、数匹の魚が元気に跳ねている。最初の一投でなかなかの成果を得て、彼女のやる気に火がついた。この3匹の魚は大きすぎず小さすぎず、漁師にとってちょうどいいサイズだ。こうした山の川で育った魚は、市場で養殖されたものよりも身が締まっていて、旨味も強い。まさに自然そのままの味わいだ。クレルスムは教科書通りのやり方には頼らず、実地で培った経験と勘で魚を取る。この川は魚が溢れるほど多く、網の形が多少整っていなくても、数匹はしっかり入る。浅瀬の流れが緩い場所では、魚は水底近くを泳ぎ回る。半開きの網でも進路を塞げる。広く投げるより正確さが重要で、魚が密集している場所なら一頭で十分だ。クレルスムはすぐにこの浅瀬で数匹の魚を手に入れた。魚が豊富な場所では技術も大事だが、時期と場所がより重要になる。たとえ投げ方が完璧でなくても、狙いが正しければ十分な成果を得られる。この浅瀬のように大きく投げる必要はなく、軽く投げるだけで大きく太った魚がまとめて取れることもある。今ではクレルスムの袋にはすでに6、7匹の魚が入っている。今回の成果は上々だ。山に頼れば山の恵みを得て、水に頼れば水の恵みを得る。一匹一匹が彼の努力の結晶だ。しかしまださらに多く取る必要があり、そうすればより多くのお金に換えられる。クレルスムは引き続き網を投げる。この投げ方を見ると正直かなり大雑把だ。プロの漁師のように角度や円形にきれいに広げる技術とは程遠い。網が広がる前にバシャンと水に落ちてしまう。どう見ても運任せに近い。
だが不思議なことに、この適当な一投で、また一匹の魚がしっかり網にかかった。逃げ場はない。偶然といえば偶然。運がいいとも言えるが、やはり侮れない。彼は運も持っている。この一連の流れは、技術より運が重要だと、見事に物語っている。その後、再び網を引き上げると、強い手応えを感じた。思わず身構える。もしかして大物かもしれない。引き寄せてみるが、どんどん重くなる。歯を食いしばり、全力で引き続けたが、足を滑らせてしまい、そのまま水にドボンと落ちた。一瞬で全身びしょ濡れ、服も体に張り付き見るも無残だ。ようやく引き上げてみると、なんと大きな石だった。思わず苦笑するしかない。さっきまで大物を期待していたのに、完全にぬか喜びだった。全身びしょ濡れだ。体は濡れてしまったが、それでも漁は続ける。生活は止まらないからだ。この回の網では2匹かかったが、そのうち1匹は網の端から逃げてしまった。バシャンと跳ねて、あっという間に逃げ去った。この川の魚は多くが野生の淡水魚で、例えば高原のバマコウ魚や在来種の変種などだ。これらの魚は生命力が強いだけでなく、身が締まっていて弾力がある。焼いても煮てもどれも美味しい。クレルスムは新しい漁場に移動した。この川は比較的広く、水は緑がかっている。典型的な高原の清流だ。標高が高く地形も険しいが、まさにその環境のおかげで、水は非常に清らかで、酸素も豊富だ。さらに人も少ないため、魚にとってはストレスが少なく、まさに楽園のような場所だ。魚たちにとって理想的な環境である。漁の最中にクレルスムはうっかり手を少し傷つけた。おそらく先ほどどこかで切ったのだろう。しかし彼にとってはこの程度の傷は大したことではない。袋いっぱいの魚を得られる満足感に比べれば小さな傷など気にならない。この網で上がってきたのは大物ではなく、まだ成長途中の小さな魚だった。クレルスムは一目見ると、そのまま川へ逃がしてやった。小さいものは育ててから、これが彼の昔からのやり方だ。取るべきものは取り、離すべきものは離す。引き際と選択をわきまえる。それが彼が生活から学んだ知恵だ。その後また場所を変え、浅瀬にやってきた。浅い場所にも魚が群れることがある。ゆっくり網を引き上げると、また一匹がかかっていた。数は多くないが、サイズも大きくない。太ってもいないが、こうして積み重ねれば十分な量になる。しばらく作業を続けると、袋の中には10匹ほどの魚が入っていた。前回ほどの大量ではないが、彼は満足している。網の投げ方も完璧ではなく、動きもかなりラフだが、漁というものは運と忍耐が大切なのだ。それが全てだ。そして何よりも継続が大切だ。何度か続けて網を投げたが、毎回1匹しか取れない。今日は魚の活性があまり高くないようだ。この1回で大量を狙うのは少し難しそうだ。この魚は岸にあげたばかりで、袋に入れる前に勢いよく跳ねて、そのまま水に戻ってしまった。クレルスムは再び網を引き上げる。今回は2匹かかっていたが、喜ぶ間もなく、1匹は隙間から逃げてしまった。やがてまた網を引き上げると、2匹入っていたが、どちらも小さかった。いつものように、その2匹はすべて川に戻した。やがて日が暮れ始め、太陽は山の向こうに沈み、空気も少し冷えてきた。クレルスムは帰る準備をする。川辺で魚を処理する時間はなく、持ち帰ってから処理することにした。山の夜は安全ではなく、暗闇には野生動物が潜んでいるかもしれない。急がなければならない。
日が完全に沈む前に帰る必要がある。その頃、家では子供たちが玄関先で待っていた。道の方をじっと見つめながら、やがて見慣れた姿が現れる。子供たちはすぐに駆け寄り、母親を迎えた。袋の中の魚に期待しながら、量は多くはないが、今夜は家族で楽しく食事ができる。実はクレルスムは昨日帰宅していなかった。漁が遅くまで続き、暗くなるのも早く、距離も遠かったため、近くの遊牧民の小さな集落で一夜を過ごした。子供たちは興奮して集まり、どれだけ魚を持ち帰ったのか見たがっている。クレルスムは魚を皿に開けた。魚はすでにきれいに処理され、荒潮が降られている。保存しやすくするためだ。